いろいろ不思議なのが38歳で全て捨てて渡米を決めた時、怖いのはなかったですね。前に向いてましたので。ハリウッドで16年間仕事をしてきた中で一番大切にしてきたのは守るっていうことですね。全てのことを時間にしても何でも丁寧に、適当っていうことは絶対しなかったですね。全てできる限り完璧に仕事をやりこなしてきたかと思います。将軍で着物スペシャリストとして働いて大変だったことは、指導者としてやっぱり間違えた着付けを教えてもいけないですし、カナダ人にいわばワールドロブの人に指導していくっていうのは少し大変なところもありましたが、でも皆さんプロフェッショナルなので感覚はすぐ覚えていただきました。一般の着付けと撮影の着付けの違うところは、一般ですと綺麗に着付けするっていうのが常識ですが、撮影ですとどの時代に自分が入っていってどの着付けをするか、衣装でもお洋服でも着物でも全て一緒です。将軍がエミー賞を取ったのを会場で見てて、もうすごい観衆というか素晴らしかったです。周りの声もすごかったし、思わず手を挙げてしまいました。真田さんが主演男優賞を受賞した時に、それは喜びの一言ですごく嬉しかったです。会場はすごく盛り上がってました。アフターパーティーでもいろいろお話ししましたので、大谷選手の撮影をいたしました。皆さんがご存知のように素晴らしい方で、エピソードがあるんですが、それはちょっと私に会った時にお話しします。いろんな俳優さんとお仕事させていただいていますけど、皆さん謙虚で素晴らしい方しか私巡り合ってないので、大谷さんもその中のお一人で素晴らしい方だったです。沖縄で私ができることをやりたい、ただそれだけです。まさか本当にお引き受けくださるとは夢にもというか、まさかね雲の上の方なので本当に気持ちよく受けてくださったのがもう感謝しかないです。マックスは1600のところ、今お客様の席座れるところが1200強ぐらいです。常にいつも大劇場3階までがいっぱいになって、このオペラ沖縄物語が上演されているのをいつもビジョンを描きながら毎日いるんですけれども、この作品は沖縄で初演となりますので、ぜひ多くのお客様に足を運んでいただいて、この金井菊子が描いた沖縄、そしてまたそこから見えるこの先につながる沖縄の音楽シーン、舞台シーンをですね、皆さんと一緒に時間共有できたら嬉しいなと思ってます。本来は私自身がパフォーマンスをする実演家として舞台に乗る方だったんですけれども、その立場の私が今回皆さんのサポートということで裏方に回ることになりましたので、より良い環境が作れるように頑張ろうかなと思っております。大きな柄がやっぱりいいとか。本当はそういう柄がいいんですけど、誰が衣装を作るのかという不安は毎回あります。今回だけじゃなく、衣装をデザイナーとして一旦受け取ったら毎回何が起こるかわからないのがこの業界ですので心配です。私にとってはそうですね、私は今
ハリウッドの方にいますので海外になってますね。日本に行くわけですから、あちらでどういう方がいるのか、お手伝いをしてくれるのか、ものですね、全てのものはすごく不安はございます。でこちらの方で衣装制作はしていきますので、こちらで衣装制作してくださる方がまた県出身の親川佳乃さんっていう方で、いつもお仕事をご一緒させていただいて、彼女がやってくださるのですごく嬉しいです。安心しました。今回沖縄物語で学生のボランティアを募集したっていうことですが、ボランティアではないですね。私の頭の中では育成ですね。学生がプロの世界でこれから羽ばたいていくというその専門職を持っている学生さんに育成をするためにお声をおかけしました。それは彼らたちが今後どういう形で自分の学んだことを生かしていくか分かりませんが、プロの世界を見ることでまたビジョンが見つかるのではないかっていうのがあります。ですのでお手伝いをしていただくっていう形ですね。私たちは、今衣装部門のグループで学校を訪問させていただいたんですが、その中でまず私たちが何をするかっていうのを説明いたしました。その中で先生方にいろいろお話をして、学生がもし将来のために育成ができるんであればっていう話をしましたら、できたら私たちもやりたいわっていう感じをおっしゃられたので先生方は会場でどうぞご覧になってくださいっていう形でお話をしましたけどね。演出家のアグニさんと今年の3月にお会いしまして、アグニ先生っていう方は国立劇場で演出家をなさってる方ですごく素晴らしい、ご一緒させていただけるっていうことはすごく嬉しいですし、これからも何かチャンスがあったらまたお仕事させていただけたら嬉しいなと思います。彼と一緒に今後一つ一つ作り上げていく中で学ぶこともいっぱいあると思いますし、楽しみです。LA に戻った今思うことは、1週間前に戻ってきたんですけど、プロジェクトのことはいろいろ毎日頭の中でよぎってますし、どう組み合わせて衣装を制作していく、デザインしていくかっていうのを今取り込んでいる中で、パズルが組み立てたような感じになっているので、それをデザイン画に起こして皆様にお送りしたいと思ってます。今の目標は今年から日本でお仕事させていただくオペラ、沖縄物語オペラなんですが、来年から私は日本とロサンゼルスを半分半分暮らす予定を今立ててますので、日本で、もしできましたら目標としては国立劇場やいろんな舞台でお仕事ができるといいなっていうことで目標に立ててます。よろしくお願いします。オンデマンドクラスで私の技術と知識を形にして残したいと思ったのは、現在私はロサンゼルスカリフォルニアに住んでるんですが、全米のお住まいの方からよくコンタクトがありまして、着付けを教えてほしいと言われましても、住んでる場所が時差も何時間もありますし、距離にしてもすごく遠いんですね。簡単に思うようにいかない。でも教えてほしい。あと2年前ですか、本を出版した時にも世界中の方からお問い合わせがあるっていうのと、あと皆さんに購入していただいて、そういった方々に本を中心にしていろいろ指導していこうかという形で今ビデオを撮影中です。
でその方たちが自分で着るからこそ楽に着れますし、あと着付けをしたい、そういったのも指導していこうかと思ってます。今私が手掛けている舞台沖縄物語オペラ、今年の12月27日日曜日、那覇にあります那覇アートという大劇場で舞台を一夜限りです。ですので皆さん見逃しのないように、7月私日本にまた戻ります。プレスリリースがございます。それ以降チケットが販売されると思います。ですので皆さんぜひ会場にいらしてください。お待ちしてます。新しい情報は YouTube、Instagram でお知らせいたしますので、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。